ヤマボン登場。今回の主人公ヤマボンです。ご機嫌ですね。どこに向かって歩いてんのかな。ヤマボン、こんにちは。どこに行くの？ヤマボンねえ。何見てんのさ。見んじゃねえよな。あったくよ。ヤマボン、始まってますよ。もうヤマボンったらみんな見てるのにな。なんつってんだよ。何が始まってんのさ。はん。聞こえてんじゃねえかよ。どこに行くんですか？お前に関係あんのかっちゅうんだよ。ねえヤマ。うるせえな。気が立ってるんだ。話しかけないでくれよな。気が立ってるようには見えないんだけどな。もう少し穏やかに話ができないかな。アニメ始まってるのにな。え？アニメ？これってアニメ？そうですよ。ぼくヤマボンボン。誰だ？後ろから蹴ったの。ヤマボン、アキレス腱断裂したみたいですね。なんだか季節代わりに多いみたいですよ。アキレス腱自体は伸び縮みしないみたいです。上についている筋肉が伸び縮みするみたいです。詳しくは伝次郎先生の動画をご覧くださいね。それではヤマボンを運ばないといけないので、さよなら。夏のホラー劇場。おじさんの夏休み。これからお話しするのは、令和7年、2025年の夏のお話なのです。ってことはよ、今年の話なんですわ。あるおじさんの夏休みのお話です。レンタカーを借りて北関東の山奥へ向かう虎尾氏。そのおじさんの名前なんです。虎尾ってのはね。もう都市部は過ぎましてね。山間部へ入っていたのです。山の谷間を車は駆け抜けて行きます。窓を開けると風が気持ちいいよね。たまに虫が入ってくるよね。なかなか出てってくれなくて困っちゃうよね。そんな感じでだんだんとね、山奥に入っていきますって道の上は崖になってましてね。さらに道の下も崖になってまして、
下には川が流れてるんです。たまに集落がございましてね、おばあちゃんが畑仕事をしている。上半身裸でトランクス一丁のおじさんが犬の散歩をしている。犬が吠えてくる。何かが見えているのかもしれません。川沿いに立つ古い大きな建物が見えてきました。だけどね、賑やかだった頃はもう遠い昔、廃業してしまったホテルや旅館が立ち並んでましてね、夏休みになると若者たちが肝試しにやってくる。危ないよね。虎押が宿にチェックインしたのはもう夜も遅い時間でした。遅れてしまったのには理由がございましてね。旅館に向かう途中、災難に見舞われたんです。虎押急にお腹が痛くなりましてね、道端で野ぐそをしたんです。ティッシュがないことに気づいた虎押、このまま立ち上がったら寮の山にうんちがくっついてしまうよね。だから尻を突き出したまま、ちょうどいい葉っぱはないかなって探したんですね。そしてやっと見つけた。一生懸命探しましたよ。ちょうどいい葉っぱを見つけたんだよね。柔らかくしてからそれで拭いたの。こだわり派の虎押は結局4時間以上理想の葉っぱ探しに費やしましてね。とっくにね、うんちは乾いていたんです。まあそんな虎押なんですがね、何かが見ている。何かがずっと後をつけてきている。本能で悟ってたんだよね、多分。言い忘れてましたが、虎押のこの旅の目的は山奥にある露天風呂。それは有名な混浴露天でありました。寝ることさえできればいいと安い適当な旅館を予約したんです。口コミなど見もせずにね。早く旅館へ急がねば。そんなこんなで旅館に着いたのはもう9時過ぎでした。いらっしゃいませ。各部屋には鳥の名前がついてましてね。スズメやら鳩やらで、虎押の部屋なんですが、カラスですか？こいつは縁起悪いね。201号室だけでいいよね。あのババア何考えてるんですかね。カビくせえなこの部屋。ちゃんと布団は敷いてあるようですね。もういい。とっとと寝よう。明日は早いんだ。混浴露天までちょっと距離あるからな。しょんべんでもして寝るか。部屋のトイレは壊れていましてね。虎押廊下を歩いて共同便所に行きました。よし。よし。あ。ピャー。なんだったんですか今のは。覗きですか？女性の場合なんて言うんだろうか。デバガメじゃないもんね。早く部屋に帰ろう。虎押は部屋に戻り
寝床に入ると、なかなか眠れないですね。くそ。混浴のこと考えてたらなかなか眠れないな。なかなか眠れないと余計なこと考えちゃうよね。そう、天井の木目が何かに見えてくるとか。気のせいですよ。うん、気のせいです。疲れてるんです。うん。お願いします。お願いします。中止よや。中止よや。やな。いいじゃんかい。はしてない。どれくらい時間が経ったのでしょうか。それは1分、いや1時間だったのかもしれません。肩で息をしていた虎押、ついに口を開きました。幽霊さんだよね。まだそこにいるんだよね。確認したいんですが、あなたが私の部屋に勝手に入ってきた。不法侵入し、襲ってきた。そうですよね。さっきはおしっこ中、覗きをしていた。そうですよね。私は悪くないよね。それだけは確認したかったのです。なんだかね、お腹空いちゃいました。近くにね、飯屋あると思ってたの。でも、やっぱりこんな山奥でしょ。明日の朝、食べようと思ってたんだけれど。お姉さんもこれ食べるかい？すると女幽霊は語り出しました。嘘でしょ。なんで知ってんの？私あの時すごくお腹が空いてた。知るわけないよね。でもさ、食べられないけどさ、すごく嬉しい。ありがとう。私あなたとどこかで。ちょっとこれ期限切れてました。でも幽霊にはコケなので。それ以来ですね、その旅館に女幽霊は出なくなったそうです。代わりに居座りおじさんという化け物が居座ってしまったようですが、これは2025年夏の出来事なのです。山本日記水泳。僕は今日プールに行ったんだ。水泳の練習をしにね。クロールです。おめえだいぶ上手くなったな。と後ろから泳いできた大福さんに言われました。その時に僕は
でも25メートルがやっとです。苦しいからさって言いました。大福さんはおめえ息継ぎができてねえんだよ。って言いました。僕は息継ぎを頑張ってますって言うと、大福さんは頑張って息吸ってんだべ。あって言いました。僕はそうですと言いました。大福さんおめえちゃんと吐いてんのと言いました。僕は吐いてますと言いました。大福さんちゃんと息吐いてんのに苦しいってのかと言うと、僕は海パンかと思ったって言いました。その時大福さんが笑ったので、僕は少しムカついた。大福さんが息を吸う前によ、水中でちゃんと息吐きなよ。はって言いました。僕ははいと言って次に泳ぐ時にそうしました。そうしたらちゃんと息ができた。苦しくなかったです。息を吸う前に息を吐かないとダメだと大福さんに教わりました。大福さんは一応恩人です。目の前を通り過ぎたバスが窮屈そうにお寺小路へ曲がる。黄緑色とオレンジ色のをなびかせて、壁もひっくり返りそうな坂道をママチャリでさっそうと駆けてゆく少年。やっぱりね、途中で降りたの。電動アシスト自転車のおばちゃん追い抜いてく。薄い色の青い空、君が見えた。長い坂の上に君は差し色。この季節のこの街によく生えた。長い階段降りてくる君は差し色。チャンネル登録と高評価よろしくね。